こんにちは、そしてこんばんは。日本の文化と日本語を学ぶ皆さん、日本学研究室へようこそ。今日皆さんと一緒に探求するのは、皆さんがもしかしたら古くて非効率的と思っているかもしれない日本の伝統的な家屋、通称日本家屋です。でもちょっと待ってください。この日本家屋には実は驚くほどモダンでサステナブル、そして超快適な隠された秘密が満載なんです。皆さんは知っていますか？なぜ日本の家には壁ではなく紙と木が多いのか？なぜリビングがフローリングではなくあの緑色のマットでできているのか？今日の動画を見ればきっと日本家屋に対する見方がガラリと変わるはずです。ぜひ最後まで見てあなたの感想をコメントで教えてくださいね。第1章、床の上の哲学、和室と畳。さあまずこのトピックからいきましょう。日本の家に入るとき皆さんは靴を脱ぎますね。この文化を決定づけたのが和室、そしてそこに敷かれた特別な床材、畳です。畳は単なるマットではありません。これは湿度を調整し、空気を浄化し、そして何よりも座る文化、寝る文化を育んできた機能的な建築素材です。畳の表面はイグサという植物でできていて、このイグサの香りが日本人にとっての安らぎの匂いなんです。畳にはまるで天然のエアコンのような機能があります。イグサの中には小さな空洞がたくさんあって、夏は湿気を吸い、冬は暖かさを逃さない断熱材の役割も果たすんです。これは高温多湿な日本の気候に完璧に適応するために生まれた先人の知恵ですよね。そして畳には地域によってサイズが違うというちょっと面白い秘密があります。主に京間と江戸間の2種類が有名です。京間は関西地方で使われることが多く、比較的サイズが大きいです。なぜなら京都は昔から裕福なクレア商人が多く、広い家を建てることができたため、部屋のサイズに合わせて畳も大きくなったと言われています。一方江戸間は関東地方、特に徳川幕府のあった江戸で発達し、より規格化されて京間より少し小さいサイズです。これは限られた土地に多くの家を建てる必要があったため、効率を重視した結果と考えられています。このように畳のサイズ一つとっても日本の歴史と文化が詰まっているんですね。第2章、内と外をつなぐ空間、縁側と床の間。次に紹介するのは日本家屋の魅力的な要素の一つ、縁側です。縁側とは家の外周に沿って設けられた廊下のようなスペースのこと。これは家の中と家の外、庭を曖昧につなぐユニークな空間なんです。縁側では昔は近所の人とおしゃべりをしたり、夏の夕方に涼んだり、ただ庭を眺めながらお茶を飲んだり、家でも外でもないこの空間が日本人にとっての癒しの場所でした。現代の家では少なくなりましたが、この中間的な場所の考え方は日本のデザインやアートにも大きな影響を与えています。精神の支柱、そして和室のさらに奥、壁の一部分が一段高くなっている場所を床の間と呼びます。床の間は単なる飾り棚ではありません。ここはその家の中で最も神聖な場所とされ、その季節や客人に合わせて掛け軸や生け花などが飾られます。これは自然の美しさや季節の移り変わりを家に迎え入れ、それを敬うという日本人の精神性が表現された場所なんです。もし日本人の家に招かれたら床の間を注意深く見てください。そこにその家の主人のおもてなしの心が隠れているかもしれませんよ。あなたなら床の間に飾ってみたいものは何ですか？ぜひ教えてください。自然をまとう屋根、かやぶき。伝統的な日本家屋の美しさは屋根にもあります。特に有名なのがかやぶき屋根です。これはかやと呼ばれるススキなどの草を厚く積み重ねて作られた屋根で、その重厚で丸い形が特徴的です。かやぶき屋根は見た目の美しさだけでなく機能性も抜群なんです。まず断熱性が非常に高く、夏は涼しく冬は暖かい。そしてその厚みが雨や雪から家をしっかりと守ります。しかし維持管理が大変で、数十年に一度屋根を吹き替える大規模な工事が必要です。かやぶき屋根の例、白川郷。このかやぶき屋根の最も典型的で美しい例が岐阜県にある世界遺産
白川郷の合掌造りです。合掌造りの屋根はまるで手を合わせて祈っているかのような急勾配が特徴です。これは豪雪地帯である白川郷で雪がスムーズに滑り落ちるように、そして屋根裏で養蚕をする広いスペースを確保するために考えられた究極の機能美なんです。永遠のスタンダード瓦。一方、より一般的で都市部の日本家屋に多いのが瓦屋根です。瓦は粘土を焼いて作られており、耐久性が非常に高く火事に強いのが大きな特徴です。瓦にも様々な種類がありますが、代表的なのは黒や灰色で波打った形が特徴の本瓦葺きや現代的な家に使われる平らな瓦などがあります。瓦屋根の美しい曲線は日本の風景を象徴する要素の一つです。瓦の重さが地震の揺れに耐えるための重しの役割を果たすという考え方もあるんですよ。第4章、日本家屋の具体例。典型的な日本家屋の紹介。ここまで紹介した要素を踏まえて具体的な日本家屋を見ていきましょう。先ほども触れましたが、岐阜県の白川郷の合掌造りはかやぶき屋根、太い梁、そして内部の広大な空間が日本の厳しい自然の中で生きるための知恵を凝縮したものです。彼らは家を生き物として捉え、皆で協力して位置管理を続けているんです。京町屋。もう一つ都市型の例として京都の京町屋を紹介します。京町屋は間口の幅が狭く奥行きが長いうなぎの寝床と呼ばれる独特の形をしています。これは昔間口の広さによって税金が決まっていたため、税金を抑えるためにこの形になったと言われています。京町屋には通りには壺には格子など都市生活の中でいかに自然を取り込み快適に暮らすかという工夫が詰まっています。現代のミニマリストの思想にも通じる驚くべき都市型サステナブル建築です。まとめ、意外なモダンさ、どうでしたか？日本家屋は単なる古い建物ではありません。湿度を調整する畳、内外をつなぐ縁側、自然エネルギーを生かすかやぶき、これらは現代の私たちが目指すエコやサステナビリティといった価値観を何百年も前から実現していた驚くほどモダンな建築なんです。日本語を学習する皆さん、日本家屋は言語や文化、そして歴史の教科書のようなものです。家の中の要素一つ一つに日本人の考え方、暮らしの知恵が詰まっています。この動画を見てあなたの一番好きな日本家屋の要素は何でしたか？畳ですか？それとも縁側？ぜひコメントで教えてください。そしてもし実際に日本家屋を訪れる機会があれば、畳の感触、いぐさの香り、縁側から見える景色を五感すべてで感じてみてください。きっと日本という国がもっと深く理解できるはずです。この動画が面白かった、ためになったという方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。